拒絶は痛み。必要とされてないと感じることはとてつもない痛みを伴います。fMRI を使った研究では、拒絶が身体的な痛みを処理する脳の神経領域を活性化させることが分かっています。また、拒絶を表す言葉がその痛みを映し出しています。ある研究では、拒絶による痛みを表現する打ちひしがれる、心が折れるといった言葉が12個以上記録されました。では、なぜこのような強い反応を引き起こすのでしょうか。また、この独特の痛みへの対処法はあるのでしょうか。心理学では、拒絶が発生するのは他者が自分とのつながりを重んじていないと気づいた時だといいます。それは例えば、恋人に振られた時や仲間外れにされた時、あからさまに差別された時です。人間関係における拒絶には、就職での不採用とは違う社会的な意味合いがあります。拒絶した人が自分との関係を軽んじていると感じるのです。その関係を大切にしていればいるほど、痛みは大きくなり、よく知らない人からの拒絶にも傷つくようになります。過剰反応のようにも思われますが、体の痛みが肉体の健康に対する脅威を知らせてくれるように、心の傷は幸福を損なう脅威について警告してくれるのです。この警告システムが発達したのは、先史時代に少人数が固まって暮らし、生存をかけて互いに頼っていた頃だと主張する行動心理学者もいます。人が拒絶に気づく機能は、危険を知らせるために発達したのかもしれません。このような進化論は検証が不可能です。しかし、たとえ警告システムが誕生した経緯が分かったとしても、実際の対処法の答えにはなりません。では、拒絶されたと感じた場合、次の3点を自問自答してください。まず、拒絶してきた相手との関係性を考えてください。あなたをよく知る、意見を尊重してくれる人ですか？それとも単なる顔見知りでしょうか？もし単なる顔見知りなら、次の質問へ。その拒絶は本当に大事ですか？他人があなたの冗談に笑わなかった場合に落ち込むかもしれませんが、人生にさしたる影響を及ぼさないはずです。もちろん、些細な拒絶であっても受け流すのは簡単ではありません。この現象には自己認識も関係しているからです。ある状況においては、自分に自信を感じるかもしれません。人は集団の中で劣っていると感じたとき、特に拒絶に対して敏感になりがちです。敏感になりすぎると、他人のそっけない反応を拒絶だと解釈してしまう傾向が強まります。だからこそ、自分自身に対する評価を振り返り、相手が本当に拒絶をしているのかを問うことが役に立ちます。奇妙な質問だと思いますか？でも、本当は相手が拒絶しておらず、今も関係を大切にしていることに気づけるかもしれません。自分が相手に対して必要以上の許容を期待していないか判断することもできます。これらの質問をしたところで、親しい人があなたとの関係をあなたと同じようには評価していないという結論になるかもしれません。すると心は痛むでしょうが、2つのことを覚えておいてください。その1、拒絶は両者の問題です。相手は何か別のものをあなたとの関係から得たいのでしょう。それは不合理や不公平といったあなたが与えるべきではないものかもしれません。その2、拒絶はあなたに落ち度があるという証拠ではありません。あなたが感じている痛みは単なるシステムの一部であり、相手との関係性を見直すよう促しているのです。自分自身の行動を振り返れば、拒絶を深く理解する手がかりを見つけ、その相手と結びたい関係性を考え直すことができます。すべての関係と拒絶は唯一無二です。その詳細がどうであれ、あなたは決して一人ではないことを忘れないでください。すべての人が生涯拒絶と付き合っていきます。自分に自信がありそうな人でさえも。そして拒絶に対処する一般的な方法とは、あなたをすでに受け入れている人とまたつながることです。頭の仕組みを学びながら、同時に知識もアップデート。ご興味のある方はぜひこのチャンネルに登録するか、動画をご覧ください。脳も喜ぶはずです。